前回の旅は日光市に入る目前で終了しました。そして今回いよいよ旧日光街道の旅は日光のエリアへと入っていきます。日本橋から北へ北へと歩いてきたこの道もいよいよ終着点、日光東照宮が現実味を帯びてきました。ただしここからが最後の見せ場です。街道の空気は少しずつ変わり、日光へ向かう道はただの宿場道から参詣の道へと表情を変えていきます。日光市に入ってすぐ左手の景色が大きく開けてきました。田畑の向こうには遠くの山並みが見えてきます。日光といえばやはり東照宮の印象が強いかもしれません。ですがもともとこの地は山そのものを信仰の対象としてきた場所でもあります。その代表的な存在が標高2486メートルの男体山です。日光連山を代表する山で、山頂には日光二良山神社の奥宮があります。田畑の先に山が見えるこの風景を眺めていると、日光がただの観光地ではなく古くから山岳信仰の地であったことを自然と感じさせてくれます。道路標識に日光の社寺の文字が見えてきました。日光の社寺とは日光東照宮、日光二良山神社、そして日光山輪王寺を中心とした日光山内の社寺群のことです。1999年には世界遺産に登録され、国宝9棟、重要文化財94棟を含む貴重な建造物群が今に残されています。江戸から続く日光道中の終着点がいよいよ現実の景色として近づいてきました。こちらは日光街道の並木寄進碑です。日光杉並木は徳川家の家臣だった松平忠綱によって寛永2年1625年から20年以上の歳月をかけて植えられたとされています。そして慶安元年1648年に日光東照宮へ寄進されました。この石踏みはその植樹の完成と寄進を記念して建てられた石碑です。石踏みは新京の近くと日光街道、霊平市街道、会津西街道の境界地点に合わせて4カ所建てられています。つまりここは日光杉並木が東照宮へ捧げられた道だったことを今に伝える場所なのです。ここから日光街道の風景はいよいよ大きく変わっていきます。目の前に続いているのは日光杉並木、日光街道、霊平市街道、そして会津西街道の3つの街道にまたがって続く総延長およそ37キロの杉並木です。車で通ればあっという間に過ぎてしまう道かもしれません。でも徒歩でこの杉並木に入ると印象は全く変わります。一本一本の杉が大きく道の両側から覆いかぶさるように立っています。日差しは少し弱まり、空気も静かに変わっていきます。宇都宮を出た頃の市街地や田畑の風景とは違い、ここから先は日光へ向かう参道のような雰囲気が強くなっていきます。日光杉並木というと美しい街道風景として見てしまいます。ですが実は東照宮へ向かう道として整えられた巨大な奉納の道でもありました。江戸時代の旅人もこの杉並木に入った時、同じように日光が近いと感じたのかもしれません。日本橋を出発し、いくつもの宿場を越え、川を渡り、町を抜け、そしてここまで来た。その長い道のりの終盤にこの杉並木が現れる。そう考えるとこの景色は単なる街路樹ではなく、旅人にとって日光の入り口を知らせる大きな合図だったようにも思えてきます。大沢郵便局の近くから再び杉並木に入ります。この日光杉並木を語る上で欠かせない人物がいます。それが徳川家に仕えた松平正綱です。松平正綱は徳川家康、秀忠、家光の3代に仕えた人物で、家康への深い忠誠心を持っていたとされます。日光杉並木はこの松平忠綱によって植えられたものと伝えられています。植樹が始まったのは江戸時代初期の寛永年間。そこから20年以上の歳月をかけて日光へ向かう街道沿いに杉が植えられていきました。そして慶安元年1648年、徳川家康の33回忌にあたる年にこの杉並木は日光東照宮へ寄進されたとされています。つまりこの杉並木は単に旅人のための木陰として植えられたものではありません。東照宮へ捧げられた巨大な奉納の並木でもあったのです。日光東照宮には徳川家康が祀られています。その東照宮へ向かう道に長い年月をかけて杉を植え、参道として整える。これは一人の家臣が徳川家への忠義を形にしたとても大きな事業でした。
今私たちが歩いているこの道の両側に立つ杉はただ自然に生えた木ではありません。江戸時代の人々の思いによって植えられ、守られ、受け継がれてきたものです。だからこそこの杉並木には普通の並木道とは違う重みがあります。車の音が聞こえる現代の道路沿いにあっても、木々の奥には徳川の時代から続く記憶が残っているように感じます。こちらは宇都宮市水道今市水系の第3号接合井です。今市方面から宇都宮へ水を送る送水管の途中に設けられ、水圧を調整する役割を持っていました。日光街道に沿って続いていたのは人が歩く道だけではありません。近代になるとこの街道沿いには宇都宮へ水を届ける水の道も通っていたのです。普通に通過してしまいましたが、多分ここが水無し一里塚だと思います。江戸時代この道を歩いたのは大名行列だけではありません。日光東照宮へ参拝する人々、荷物を運ぶ人、馬を引く人、商人、僧侶、そして各地を旅する人々、多くの人がこの日光街道を通っていました。当時の旅は今のように便利なものではありません。道は舗装されておらず、天候にも大きく左右されます。夏は暑く、冬は寒く、雨が降れば足元はぬかるみます。そんな中で街道沿いに続く杉並木は旅人にとって大きな存在だったはずです。強い日差しを遮り、風を和らげ、そして道の行く先を示してくれる。一里塚が距離を教えてくれる目印だとすれば、杉並木は道そのものを包み込む大きな目印だったのかもしれません。そして徒歩で歩いてみると分かるのですが、同じ杉並木でも景色は少しずつ変わります。まっすぐに伸びる区間、道が緩やかに曲がる区間、少し暗く感じる場所、突然光が差し込む場所、車で通ると一瞬で過ぎてしまう変化も歩くと一つ一つ感じることができます。江戸時代の旅人たちもこうした小さな変化を見ながら日光へ向かったのでしょう。疲れた足で歩きながら長い旅の終盤にこの並木が続いている。そう考えると日光杉並木は単なる景観ではなく、旅人の心を目的地へ導く道だったようにも思えます。日光杉並木はただ古いだけの道ではありません。国の特別史跡であり、特別天然記念物でもあります。この2つの指定を同時に受けているのは日本で唯一とされています。つまり日光杉並木は江戸時代の街道文化を伝える歴史的な場所であり、長い年月を生き続けてきた杉そのものも貴重な存在なのです。さらに日光杉並木は世界一長い並木道としても知られています。総延長はおよそ37キロ、現在もおよそ1万2000本の杉が残るとされています。これだけ長い並木道が江戸時代から現代まで受け継がれてきたというのは、それだけで驚くべきことです。もちろん昔の姿がそのまま完全に残っているわけではありません。台風や落雷、道路整備、車の排気ガス、根の傷みなど、杉並木は長い年月の中で多くの影響を受けてきました。それでもこの道が今も残っている。それは地域の人々や行政が守ろうとしてきたからでもあります。日光杉並木を歩くということは江戸時代の街道を歩くことであり、現代まで守られてきた文化財の中を歩くことでもあります。ただ美しいから残っているのではありません。残す価値があると考えられてきたから今もここにある。そう思うとこの杉並木の一本一本がより大切な存在に見えてきます。この先に少し不思議な杉があります。桜杉と呼ばれる杉の木です。これは杉の割れ目に山桜の種が芽吹き、杉の幹の中を通って地面に根を下ろしたというとても珍しい木です。山桜の幹は成長し、まるで杉と桜が一本の木になったような姿になりました。春になると杉の深い緑の中に山桜の花が咲き、日光杉並木の中でも特に不思議な景観を作り出します。長い杉並木の中にこうした一本ごとの物語が残っているのも旧日光街道を歩く面白さです。そして右側に見えてきたのが七本桜市里塚です。江戸日本橋から数えて33人目、日光街道の終盤に残る一里塚です。この一里塚で特に有名なのが東側の塚に立つ杉の大木です。根元に大きな空洞があり、大人が4人ほど入れる広さがあることから並木ホテルと呼ばれています。一里塚にホテル、少し不思議な名前ですが、昔は旅人が雨宿りや
仮の宿泊場所として使ったのではないかとも言われています。空洞の内部には焚き火によるものか、あるいは落雷によるものか、焦げたような跡も残るそうです。一里塚はただ距離を示すだけの場所ではありません。旅人が足を止め一息つく場所でもありました。日光へ向かう道の終盤でまた一つ街道らしい痕跡に出会いました。目の前に高架橋が見えてきました。ちょうどその上を電車が通っていきます。ここでは東武日光線が日光街道を横断しています。ここでいきなり画面が変わります。歩き旅の途中ですが遅めの昼食をとることにしました。立ち寄ったのは道の駅の裏手にあるラーメンパーク富士屋さんです。注文した味噌ラーメンがとても美味しかったです。標識には日光の社寺まで7キロと書かれています。ついに残りは1桁。旧日光街道のゴールがいよいよ近づいてきました。歩道橋の奥に見えているのが今市滝能神社です。今市庄前歩道橋交差点のそばに日光杉並木街道の案内板があります。この今市周辺は日光街道だけでなく霊平市街道や会津西街道も関わる交通の要所でした。案内板を見るとここが単なる通過点ではなく複数の街道が関わる重要な場所だったことが分かります。旧日光街道の旅はここから今市の町へ入り、いよいよ日光の中心へ近づいていきます。日光杉並木街道のすぐそばにある杉並木公園には大きな水車があります。こちらは10連水車と呼ばれる水車です。この公園は日光杉並木の保護と地域文化を伝えるために整備された場所です。今市エリアでは杉線香の生産が盛んで、かつてはその製造の動力として水車が使われていました。また水車は米つきや粉引きなど暮らしを支える力としても活躍していました。杉並木を歩いているとどうしても街道や東照宮の歴史に目が向きます。しかしこの水車を見るとここが人々の生活や産業とも深く結びついた場所だったことが分かります。杉の道と水の力。今市には街道沿いの暮らしの記憶も残されています。杉並木街道を歩き続け JR 日光駅に到着しました。 JR 日光駅は1890年明治23年に開業した歴史ある駅です。現在の駅舎は1912年大正元年に完成した2代目の建物で白亜の木造洋風建築として知られています。2階にはホワイトルームと呼ばれる旧一等待合室があり、大正ロマンを感じさせる駅舎です。江戸時代の旅人が歩いた日光街道、そして近代になると鉄道が日光観光の入り口になりました。徒歩の道から鉄道の駅へ、日光の旅の形がここで時代を超えてつながります。 JR 日光駅から道沿いを少し歩くと東武日光駅に到着します。東武日光駅は1929年昭和4年に開業した東武日光線の終着駅です。現在も浅草方面などから特急列車が発着し、日光東照宮や奥日光へ向かう観光客の玄関口になっています。特徴的なのは山小屋を思わせるアルペン風の駅舎です。この駅は関東の駅100選にも選ばれていて、国際観光都市日光の入り口らしい雰囲気があります。駅前からは世界遺産日光の社寺方面や中禅寺湖華厳の滝方面へ向かうバスも出ています。江戸時代旅人は日光街道を歩いてこの地を目指しました。近代以降は鉄道とバスが多くの観光客を運ぶようになります。徒歩の旅でここに着くと昔の道と現代の観光ルートが同じ日光でつながっていることを感じます。東武日光駅前を出発し、いよいよ新京へ向かって歩いていきます。ここから先は日光東照宮や輪王寺、二良山神社へ向かう観光客も多く行き交う日光の中心へ続く道です。江戸時代この辺りは日光街道最後の宿場初石宿のエリアでした。徳川家康が日光東照宮に祀られて以降、初石宿は東照宮の門前町としても栄え、多くの参詣者を迎える場所になっていきました。駅前のにぎわいを抜け緩やかに坂を登っていくと少しずつ日光山内の空気が近づいてきます。こちらが日光の神橋です。朱塗りの美しい橋で日光二良山神社の建造物の一つです。古くから日光山内への入り口とされ、現在は世界遺産日光の社寺を象徴する景観の一つにもなっています。伝説では勝道上人がダイヤ川を渡れずに祈ったところ、
新庄が現れ2匹の蛇を放って橋にしたと伝えられています。江戸日本橋から続いてきた旧日光街道の旅、いくつもの宿場を越え川を渡り杉並木を抜けてようやくここまで来ました。その終着点ともいえる場所についにたどり着きました。新京を過ぎるとここから日光表参道長坂を登っていきます。石畳の道が続く日光山内へ向かう表参道です。この先には輪王寺、そして日光東照宮があります。観光で歩くなら雰囲気のある参道です。ですが宇都宮からおよそ40キロ歩いてきた足にはこの坂がかなりこたえます。緩やかに見えて実際に歩くと斜度があり、最後の最後で一気に足にきます。江戸時代の旅人も長い道のりの末にこの坂を登ったのでしょう。新京を越えたら終わりではありません。ここは聖域へ向かう最後の登り。旧日光街道の旅は最後まで簡単にはゴールさせてくれません。表参道長坂をなんとか登りきり日光東照宮へ向かいます。右側に宝物殿がある石畳の道を進んでいきます。それにしても海外からの観光客が多いですね。江戸時代には全国から多くの参詣者が日光を目指しました。そして今は世界中から観光客がこの場所を訪れています。時代は変わっても日光が多くの人を引きつける場所であることは変わらないのかもしれません。突き当たりを右に曲がると正面奥に日光東照宮があります。奥の方にかすかに一の鳥居が見えています。ついに今回の旅のゴールとなる日光東照宮に到着しました。すでに拝観時間を過ぎていたため残念ながら中に入ることはできませんでした。江戸日本橋を出発し宿場を越え一里塚をたどり杉並木を抜け最後は表参道長坂を登ってきました。宇都宮からここまでおよそ40キロ。最後の坂はかなりきつかったですが、その分この場所に着いた瞬間の達成感は大きいです。江戸から日光へ長い道のりを自分の足でたどる旅、旧日光街道徒歩旅、これにてゴールです。とここで本来なら動画を終了する予定でした。ですが今回は日を改めて日光東照宮を訪れましたのでその時の動画を使用します。ここからは後日撮影した映像で旧日光街道の終着点である日光東照宮を少し歩いていきます。まず正面に見えてきたのが日光東照宮の一の鳥居です。正式には石鳥居と呼ばれ、元和4年1618年に筑前福岡藩主の黒田長政によって奉納されました。石材は九州から船で運ばれ、さらに陸路を使ってこの日光まで運ばれたとされています。江戸時代にこれだけ大きな石を遠く九州から運んできたと考えると、この鳥居だけでも東照宮がどれほど特別な場所だったのかが伝わってきます。鳥居をくぐるといよいよ日光東照宮の境内へ入っていく感覚が強くなります。続いて見えてくるのが五重塔です。この五重塔は慶安3年1650年に若狭小浜藩主の酒井忠勝によって奉納されました。その後火災に遭いましたが、文政元年1818年に同じ小浜藩主の酒井忠之によって再建されています。朱色を基調とした塔は周囲の緑の中でもひときわ目を引きます。日光東照宮というと陽明門や眠り猫の印象が強いかもしれませんが、この五重塔も境内に入ってすぐに目に入る重要な見どころです。ここから先は拝観料が必要となるため受付で購入します。平日の9時で受付にはこのくらいの人が並んでいます。拝観券はオンラインで事前購入可能なのでこの場でスマホから購入しました。7番の団体受付でチケットを受け取ります。受付横の階段を上り最初にくぐる大きな門が表門です。表門は日光東照宮で最初に現れる門で、左右に仁王像が安置されていることから仁王門とも呼ばれています。ここをくぐると華やかな社殿群が少しずつ姿を現していきます。一の鳥居から五重塔、そして表門へ。旧日光街道を歩いてたどり着いた先にいよいよ日光東照宮の本格的な世界が始まります。まず見えてきたのが神厩舎です。神厩舎とは神様に仕える馬、御神馬をつなぐための馬屋です。そしてこの建物で特に有名なのが撫子の上に彫られた猿の彫刻です。日光東照宮の神厩舎には猿の彫刻が8面あり、人の一生を表しているとされています。その中でも特に知られているのが見猿、言わざる、聞かざるの三猿です。目を塞ぐ猿、口を塞ぐ猿、耳を塞ぐ猿。一度は写真や映像で見たことがある方も多いかもしれません。
この三猿には幼い頃は悪いものを見ない、悪いことを言わない、悪いことを聞かないようにして素直に育つのが良いという意味が込められていると言われます。日光東照宮というと豪華な建築の印象が強いですが、こうした小さな彫刻にも人の生き方や教えが表されているのが面白いところです。続いて見えてきたのが大鳥居です。石畳の参道の先に立つこの鳥居をくぐると、いよいよ東照宮の中心部へ近づいていく感覚があります。鳥居というのは俗世と神聖な場所を分ける境界でもあります。江戸時代、日光街道を歩いてきた旅人たちもこの鳥居の前で気持ちを引き締めたのではないでしょうか。長い道のりを越えてようやくたどり着いた日光東照宮。その境内を一歩ずつ進んでいくと、ただの観光地ではなく徳川家康を祀る聖域へ入っていくような雰囲気が感じられます。そして日光東照宮を代表する建築の一つ、陽明門です。白を基調とした門に金色や極彩色の装飾が施され、細部までびっしりと彫刻で埋め尽くされています。陽明門はいつまで見ていても見飽きないことから日暮れの門とも呼ばれています。実際に目の前に立つとその意味が少しわかる気がします。正面から見るだけでも圧倒されますが、柱、梁、屋根の下、左右の細かな彫刻まで見ていくと視線の置き場がなくなるほどです。人物、動物、名獣、植物、さまざまな彫刻が重なり合い、門全体が一つの巨大な美術作品のようにも見えます。旧日光街道を歩いてきた旅の終着点にこれほど豪華な門が現れる。江戸時代の旅人にとってもこの景色は特別なものだったはずです。長い距離を歩いてきた先にこの陽明門を見上げた時、日光東照宮にたどり着いた実感はかなり大きかったのではないでしょうか。陽明門をくぐった先にあるのが唐門です。唐門は御本社の正面に立つ門で、全体が白く塗られた非常に美しい門です。陽明門が豪華絢爛な迫力を見せる門だとすれば、唐門はより近くでじっくり見たくなる品格のある門という印象があります。白い胡粉で塗られた門の表面には中国の故事に基づく人物や細かな装飾が施されています。この奥にある御本社は日光東照宮の中でも最も重要な場所です。つまり唐門は東照宮の中心へ向かうさらに奥の境界に立つ門とも言えます。続いて向かうのは眠り猫です。小さな彫刻ですが日光東照宮を代表する見どころの一つです。眠り猫は左陣五郎の作と伝えられ、牡丹の花に囲まれてうたた寝をしているような姿で彫られています。陽明門や唐門のような大きな建築と比べると驚くほど小さな存在です。どこにあるのだろうと探しながら見上げると、そこに静かに眠る猫がいます。日光東照宮には竜、霊獣、人物などの彫刻がたくさんあります。その中で眠り猫はどこか穏やかで静かな時間を感じさせる彫刻です。この眠り猫の先は奥宮へと続いています。ここからは華やかな社殿を見て歩く場所から徳川家康の墓所へ向かう道へと変わっていきます。石段を登っていくと少しずつ空気が落ち着いていくように感じます。そして長い石段の先に奥宮の拝殿があります。奥宮は拝殿、居抜き門、そして御宝塔からなる徳川家康の墓所とされる場所です。旧日光街道を歩いてきた旅の終着点として考えると、この場所にはとても大きな意味があります。江戸から続く道は徳川家康が祀られるこの場所へ人々を導く道でもあったのです。東照宮内を一通り拝観し、受付のところまで戻ってきました。受付前はこんな感じで人は並んでいませんでした。ちなみに時間は9時40分頃だったと思います。もしかすると平日はこのくらいの時間に来るのがおすすめなのかもしれませんね。江戸日本橋から日光東照宮へ、宿場を越え一里塚をたどり、杉並木を抜け新京を渡り表参道の坂を登ってきました。その道の先にあったのが徳川家康を祀るこの場所です。旧日光街道を歩いてきたからこそ日光東照宮の見え方も少し変わった気がします。単なる名所として見るのではなく、江戸時代の人々が目指した信仰の終着点としてこの場所を感じることができました。これで後日撮影の日光東照宮案内は終了です。そして江戸日本橋から続いた旧日光街道徒歩旅もこれで本当のゴールとなります。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。